先日公開した規制の動画で今回持っていくカメラは α6700 台だけにしますというお話をしたんですが、結局 α7C2 はリュックの中に入れ、そして α6700 は持っていかず代わりに ZV-E1 を持っていきました。その理由はまたいつかお話できたらなと思います。皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者2万人を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録やコメントをいただけると励みになります。今回はですね、約2週間の規制で PGY テックのワンプロウルトラライトバックパックが想像以上に活躍してくれたので、ちょっとしたところなんですけどお話ししようかなと思います。ワンプロウルトラライトバックパック自体の詳細については過去に動画でご紹介しているので、ぜひそちらもご覧いただけたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。先に今回の動画内でお話しすることについて軽く触れておくと、大きく話題が2つあって、そのことについてご紹介したいと思います。1つ目が収納についてですね。今回リュックに付属している仕切りを使わずにバックインバッグを入れて使ったんですけど、これが自分でも驚くくらい良くて、今回一番お伝えしたいのはここのお話になります。そして2つ目がこちらの肩ベルトですね。6月にこのバッグをご紹介した時に、肩パッドが丈夫すぎてちょっと私の体型には合わないのかもしれないな、ただ使っていくうちに馴染んでくるかもしれないと思うので、長期で使ってみてどうだったかについてもどこかでご紹介したいというお話をしたんですよね。そちらについても今回お話ししたいなと思います。まず以前動画でもお話はしましたが、実際にこのリュックに何を入れて帰省したのかというところからご紹介したいなと思います。カメラはですね、なんと α6700 は持っていかずに α7C2 と ZV-E1 の2台とレンズと、それと Osmo Pocket 4P とそのアクセサリー類などを入れていきました。このリュックの容量は20リットルのものなんですが、サイズを聞くと正直そこまで大きくはないのかなと思ったんですけど、これだけの量を入れてもまだ余裕があるので、やっぱり頼もしいなと思いました。このリュックは今後海外にも持っていこうかなと思っているので、その時もたくさん活躍してくれるんじゃないかなと思っています。前回お話はしましたが、三脚とか衣類とかは別でスーツケースに入れて持っていったっていう感じになります。でも今回花火も撮れるかなと思って帰省したのはいいものの、あいにくお天気があまり良くなくて花火は見れなかったのがちょっと残念でしたね。でも一応三脚も持っていくには持っていきました。そしてこちらのメインの収納なんですけど、実は今回リュックに付属している仕切りを使わずにバックインバッグのタイプの収納ケースを入れて使ってみました。以前このリュックをご紹介した動画では、付属の仕切りを自分で組んでカメラを縦に2列で収納していますっていうお話をしたんですけど、今回は仕切りを全部外してしまって、代わりにこちらのバックインバッグを入れて、その中にカメラを2台入れるっていう使い方にしました。どうしてこういった使い方をしたかというと、帰省をするといつもお土産だったりとかいろいろ持たせてくれるんですけど、そうなるとスーツケースやバッグに収まりきらなくなってしまうことが多くて、なるべく帰りの収納スペースを空けておきたかったんですよね。なので仕切りがあるとやっぱりちょっとかさばってしまうなと思ったので、今回は外してこのバックインバッグを選びました。実際に使ったのがこちらになるんですけど、実家にあったものをずっと家で保管してたんですけど、今まで使ってはいなくて、もうどこのブランドさんのものかもちょっとわからないんですけど、こんな感じのものですね。中に仕切りが1つついているので、真ん中あたりにつけてここに2台収納するっていうような感じです。巾着タイプになっているので、ここでギュッと絞って一番リュックの底に入れていました。実際に使ってみて一番良かったのが出かける時なんですけど、
遠出する日はリュックごと持って行ったんですけど、ちょっと近所に出る時とか友達の車に乗せてもらうみたいな時は、このバックインバッグだけをリュックから抜き出して、そのままトートバッグに入れて持っていくっていう方法がめちゃくちゃ良かったです。例えばお祭りの会場にもトートバッグにカメラを2台入れたまま持っていきましたし、会場からの帰りは結構人が多くて大事なカメラをしまっておきたいという時もこれに入れて安全に持ち運べたので、本当にこのやり方にして良かったなと思っています。車で出かける時も自分が座る席の隣にこのケースごと置いて乗っていられますし、外に出る時はそこからさっとカメラを取り出していけるっていうのもすごく便利でした。PGY テックさんのリュックはもともと仕切りが付属しているバッグではあるんですけど、今回ふと思いついたこの方法が荷物をなるべく減らす、収納を増やすっていう意味ではとても良かったので、皆さんもぜひ活用してみてもらえるといいんじゃないかなと思います。続いてはこのリュックの他の収納面についてすごく今回良かったなと思う部分についてお話ししようかなと思います。まず一つ目がこの意外なんですけど肩紐の収納ですね。前回の動画ではここには飴とかお菓子とかちょっとした小物を入れていますっていうお話をしたんですけど、今回は家の鍵とかスーツケースの鍵を入れていました。サクッと出し入れができますし、常にここにあるっていうことを目で確認ができるので、なんか安心感がありましたね。そしてこのリュックにして良かったこと2つ目がサイドのポケットですね。ここにはペットボトルなど飲み物を入れていました。今年は涼しかったとはいえ、移動の時とかはやっぱり飲み物が手放せないので、この収納スペースもやっぱり改めて便利だなと思いました。前回の動画ではここにミニ三脚とかペットボトルを入れていますっていうお話をしたんですけど、帰省の時は片方にはお茶、そしてもう片方にはジュースみたいな感じで持っていったので、サイドの収納は完全に飲み物用として使っていましたね。続いてはこのリュックでちょっと気になったところについてもお話ししようかなと思います。この肩パッドが丈夫すぎて私の体型には合わないかもしれないけど、使っていくうちに馴染んでくると思いますっていうお話をしたんですけど、今のところ完全には馴染んでいないなっていうのが正直なところです。やっぱり肩紐がちょっと私には太かったかなと思います。荷物を入れて背負ってしまえば重さ自体は分散されるので、そこは本当によくできているなと思うんですけど、肩周りのフィット感っていうところで言うと、体格によってはかなり合う合わないが出てくるんじゃないかなと思います。もう一つ気になったところがスレの部分ですね。素材がナイロンっていうところと、私が持っているのはスペースブラックっていうブラック系のカラーなので、ある程度は仕方がないのかなっていうところもあるとは思うんですけど、やっぱり使っていくとスレが気になってくる部分は出てくるかなと思います。特にこのリュックだと背負っているこちら側がメインの開口部分になるので、一番この見えるこのリュックの正面の部分が直接こう床に接することになるので、ここが擦れてしまって白っぽくなってしまうところがところどころあるんですよね。そこまで神経質になる必要はないと思いますし、もしかしたら私の使い方が悪かったのかもしれないんですが、ところどころこんな感じで白っぽくなってしまう部分があるので、そこはちょっと少し悲しいなという感じです。ということで今回は帰省で PGY テックのワンプロウルトラライトバックパックを実際に使ってみてどうだったのかというお話をしてきました。一番お伝えしたかったのは、この仕切りを外してバックインバッグを入れるっていう使い方ですね。こうすることで帰りにもお土産を入れる余裕もたくさん作ることができました。次は海外に行く予定があるので、その時にもこのバッグを持っていこうと思っています。たくさん入るので、きっと収納面では大活躍してくれるんじゃないかなと思っています。さて、Gスタジオはこれを持ってどこへ行くのか、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。現在 YouTube のチャンネル登録者2万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると嬉しいです。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。